こんにちは、つんです。今回は私が1年以上使い続けている100均グッズの中から特にお気に入りのアイテムを購入時期が新しいものから順に30点ご紹介します。中には10年以上愛用しているロングセラーの鉄板アイテムもあるので、ちょっと今回尺が長くなっちゃったんですけど、お時間がある時に休みでもぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。はい、まずはこちら、ダイソーのティータイムラック110円です。本来はキッチンでスティックコーヒーとかティーバッグの収納に最適なラックです。私は1つしか購入してないんですけど、3個までならスタッキングもできます。これのサイズ感とか棚の角度がコスメの収納にぴったりと話題になって、一時期は品薄になったこともありました。確かにマスカラなどのスティック系コスメも斜めになっているので取り出しやすいんですよね。ということで、私も洗面台の棚に置いてマスカラやリップなどの収納に使っています。透明だから何がどこに入っているのかすぐわかるし、以前より使いやすくなったおかげで乱れることなく綺麗をキープできています。はい、お次はダイソーの折りたたみ式ドアフック220円です。山崎実業さんのタワーシリーズに似ていると話題になった商品です。折りたたんだ時のスッキリ感とか耐荷重などは当然タワーに軍配が上がりますが、これが200円で買えるっていうところがすごいなと思いました。話題になるわけですね。で、幅 3.5 センチまでのドアに取り付けることができます。一応傷防止のクッションもついていました。で、これスチール製でかなりしっかりしていて厚みもあるので、ドアの上部に3ミリ以上の隙間が必要です。フックはギザギザで滑らない仕様。5本のハンガーをかけることができます。耐荷重は4キロ。コートやバッグのちょい掛け、部屋干しに使えるのはもちろんのこと、我が家はクローゼットルームのドアにかけたら、長い衣類のコロコロがめっちゃ快適になりました。あと、来客時は廊下側に設置して、ゲストのコートとかバッグの一時置きに使ってもいいですね。使わないときは折りたためて見た目もすっきりできます。ギザギザもね、さほど気になりませんでした。はい、お次はペーパーハンカチ110円です。コロナの影響で人気になったアイテムですよね。ペーパーハンカチという名の通り、ハンカチ兼ティッシュとして使うことができます。1枚でね、しっかり手を拭けます。コンパクトで携帯しやすいサイズ感、ティッシュに比べてもこんなに小さいです。蓋は上部にあって取り出しやすく、再び閉められるっていうところもポイントが高いです。ハンカチとティッシュをやめてこれに変えたら荷物も減りました。ハンカチを洗って干して畳んでしまうっていう手間もなくなったし、一度使って濡れたハンカチを再びバッグにしまうっていうモヤモヤからも完全に解放されました。10組 ×6 パック入りでコスパもいいです。私は初めこれダイソーで買ったんですけど、実は無印の方が今は10円お安いです。以前は無印の方が少し高かったんですけどね。とにかく便利で快適になったので、もう今ではすっかりペーパーハンカチ派になりました。ダイソーピタッとシリーズのカバー付きソープホルダー330円です。シンプルな白いケースで裏面にはがっつりとマグネット。蓋を開けると中には水が切れるスリットも入っています。マグネットの強さも申し分なし。片手で開閉できる上、蓋を閉めれば石鹸が水浸しにならないっていうところがいいです。本当はずっと石鹸を消費したいと思っていたんですが、もし姫がね、うっかり石鹸を触ってその手で毛づくろいしたらと思うと心配で、長いこと石鹸を使うことができず、ずっとボディーソープを使ってきました。それがこれのおかげでボディーソープを卒業。ボディーソープを詰め替えたりとかディスペンサーを洗う手間がなくなった上に、ストックも石鹸の方が場所を取らずに収納できるので助かります。正直300円というお値段に一瞬躊躇したんですけど、個人的にはお値段以上の楽家事効果がありました。
はい、お次はシリコン傘キャップ2個入りで110円です。私はもう何年もビニ傘しか使ってないんですけど、コンビニの傘立てを見ると大体みんなビニ傘で見分けがつかないですよね。目印になるアイテムが欲しいなと思って買いました。これのいいところは目印になるだけではなくて滑り止めにもなること。これがほんと地味に便利です。あとは先端に取り付ければ立てかけた時に滑って倒れるっていうのも防いでくれます。床の傷防止にもなりますね。対応サイズはファイ15から 20mm まで。色は他にイエローとブルーのセット、グリーンとグレーのセットの3色展開です。私はダイソーで購入したんですけど、セリアやキャンドゥでも購入できるみたいです。猫のおもちゃにもなるみたいですね。ダイソーの別ブランドスタンダードプロダクツのエコバッグ330円です。最大のポイントは手のひらに収まるほど小さいこと。IKEA のと比べてもこんなに小さいです。小さなバッグにも余裕で入るので気軽に持ち歩けます。さらにカラビナがついているので万が一バッグに入らない時も携帯しやすいし、こんなに小さいのに広げると結構大きいです。横45センチ、縦54センチ。2リットルのペットボトルが横に入ります。耐荷重は記載がなかったんですが4キロは余裕です。ちなみに縦だと3本入りました。素材は薄手のナイロン製で6キロだとちょっとドキドキしますが、使い始めて1年と5ヶ月、破れることもなくまだまだ現役です。収納袋はバッグに縫い付けてあるので、なくしたり探したりすることがないのもポイント。エコバッグって畳むのが結構面倒なことが多いんですが、私はくしゃくしゃに詰め込んじゃっています。めっちゃ楽ちんです。当然シワはつきますが、荷物を入れてしまえば気になりません。もちろん気になる方は畳んでいただいてもいいです。ちなみにスリーピーにはデザイン違いが。カラビナなしならダイソーにも同じようなタイプがあります。とにかくストレスが少ないので、ほんとこればっかり使っています。はい、お次は掃除を楽にしてくれたアイテム。ダイソーの汚れ落とし消しゴム110円です。コンロの焦げ付き汚れが楽に落とせます。これを買う前まではクレンザーをつけて丸めたラップで落としていました。これはこれですっきり落ちるからいいんですけど、クレンザーが残らないように何度も拭き上げるっていうのが面倒だなと思っていました。そんなプチストレスを解消してくれたアイテムです。素材は合成ゴムとガラスパウダー。軽く水で濡らしてからゴシゴシするだけで本当にみるみる落ちるんです。普通の消しゴムと一緒で黒いカスが出るんですけど、洗剤を使わずに落とせるっていうところが気に入っています。IH のトッププレート以外にも鍋、フライパン、シンク周りにも使うことができます。はい、お次は多目的クレンザーです。もう今やどこの100均でも買える大人気のアイテムですよね。 150g で110円です。私はそれまでハイフォームを使っていました。昭和38年に誕生したロングセラーで、肌にも優しい自然派クレンザー。本当によく落ちるので長年愛用していました。はい、こちら何年も放置したフライパンの底、なかなかですよね。以前の動画でご紹介したのですが、多目的クレンザーとハイフォームでこのフライパンを磨き比べてみました。ちなみにかなり昔に100均の違うクレンザーとハイフォームを比べた時には圧倒的にハイフォームの方が落ちました。それが多目的クレンザーとの比較ではドローだったんです。この時はね、本当に驚きました。100円でこんなに落ちるなんて、多目的クレンザーは本当にすごいです。ハイフォームと成分は違いますが、これは人気になるわけだと納得しました。はい、お次はこちら。ダイソーの傘立てマグネットタイプ4本です。裏面はがっつりマグネットで耐荷重は 2kg。200円商品で色は黒もあります。上下2つのパーツに分かれていて、いろんな収納に使えると話題になりましたよね。本来は玄関ドアなどに貼って傘を収納するアイテムですが、
例えばラップやアルミホイル、食品保存袋などの収納とか、ヘアスプレーやヘアアイロンの収納にも使うことができます。私は洗面台の扉の裏に設置して使っています。壁をマグネット仕様にする方法は今回は割愛させていただきますが、過去の動画で紹介しているので、気になる方は概要欄のリンクからご覧ください。結構マグネットもしっかりしていて、1年半使っていますが一度も落ちたことがありません。はい、こんな感じで収納に困っていたヘアアイロンを入れています。コームも一緒に収納できて大満足です。はい、お次はセリアの浴室洗いミトン110円です。これを使い始めてからお風呂掃除がめっちゃ楽になりました。素材はポリエステル、カノコ編みのような凹凸があります。指は分かれてなくてすっぽりかぶせるタイプです。スポンジだと洗いにくかった細かい部分もしっかり届いて洗いやすいです。洗いにくくてついサボっていた部分もスムーズに掃除できるようになりました。指が分かれていなくても生地がちゃんと伸びるので問題なくつかめます。特にシャワーヘッドとかホースの掃除に威力を発揮します。もうこれ使うと普通のスポンジには戻れません。排水口周りの細かい溝も手の感覚で洗えます。細かいところだけではなくて、こういったバスタブの縁のカーブにもフィットします。手首にはゴムが入っていて、掃除中にスポッと抜けてしまうこともありません。生地は薄めなので絞りやすいです。柄のないシンプルなグレーも私好みでした。1年半使用していますが、今のところ目立った劣化もなく使えています。ダイソーのバックフック110円です。バックフックもいろんなタイプがありますが、これのいいところはガバッと開くとこ。内寸が8センチもあるので、厚めのテーブルでも使うことができます。開くとネオジムマグネットがついていて、パチンとしっかり閉じます。テーブルに乗せる部分はシリコン素材で落ちにくい仕様になっています。耐荷重は5キロ。テーブルの内側にかけられるっていうところもいいですよね。カフェや飲食店でバッグの置き場がないっていう時にめちゃめちゃ重宝しています。サイズは縦も横も6センチ。バッグやポケットに入る大きさですが、バッグの持ち手に取り付けておくこともできます。はい、お次は家事を減らす保存容器110円です。私はセリアで購入しましたが、今はキャンドゥにもあるみたいです。さて、家事を減らすとはどういうことかというと、これは100円なのに耐熱温度がマイナス20度から140度まであるんです。なので冷蔵はもちろん冷凍保存もできて、蓋をずらせば電子レンジも OK。 器っぽく作られているので食卓にそのまま出せますよってことで、つまり洗い物が減りますってことですね。さらに食洗機対応です。蓋も OK。 これで100円はお得感ありますよね。ちなみに安心の日本製で、蓋には出っ張りもあって開けやすい工夫もされています。中はツルツルですが、外側はややマットな質感。私は M サイズを購入しましたが、サイズは全部で4種類あります。サイズによってグレー、水色、ブルーもあります。どれも落ち着いたカラーなところもいいですよね。はい、お次はダイソーの毛玉取り110円です。100円だなんて本当に使えるのかなと思ってたんですけど、これが予想以上にいい仕事をしてくれました。電池は別売りで単3電池が2本必要です。中を開けると刃が3本ありました。100円なのに掃除ブラシまでついています。スイッチをオンとオフにするだけのシンプルな操作。手のひらサイズでコンパクトでとっても軽いです。うちは衣替えをするついでにまとめて毛玉のお手入れをしているんですけど、日々生まれるのが毛玉というもの。時間がない時は放置しがちで、出かける直前になって毛玉が気になることもありました。そんな時、ダイソーの毛玉取りが大活躍。コードレスだからさっと使えるし、もっと高い毛玉取りと遜色ないぐらいちゃんと取れます。
注意書きにはモヘヤ、アンゴラ、カシミヤなど毛の長い製品や薄い生地、模様編みセーターには使用しないでくださいと書いてありましたが、普通のニットなら問題なし。お手入れはクリアケースを外して溜まった毛玉を捨てて、本体についた細い毛をブラシで取り除くだけです。電池を入れ替える手間とコストはありますが、十分使える毛玉取りが100円で買えるなんてコスパが良すぎて驚きました。色はグレーの他に水色とピンクもあります。はい、お次はダイソーのモップキャッチ110円です。フローリングワイパーや掃除ブラシなどを浮かせて収納できる便利グッズ。プッシュと書いてある突起を押すとフックが持ち上がる仕組みでワンアクションでモップを引っ掛けることができます。耐荷重は 1kg。これは粘着シールで貼るタイプです。しばらくは問題なく使えていたのですが、残念なことにある日粘着テープが剥がれて落下してしまいました。粘着テープはまだ壁についていたので、どうやら本体側の粘着テープが弱めなんですかね。同じく落ちてしまったというコメントもいくつかいただきました。そんな声を反映してか、今はマグネットタイプと吸盤タイプも登場しています。はい、残念ながら落下してしまいましたが、使い勝手は良かったし、本体は壊れていないので、私は 3M のコマンドタブで貼り直しました。コマンドタブはダイソーでも購入できる両面テープです。しっかり貼れて綺麗に剥がせるのですごく気に入っています。で、貼り直してからまだ3ヶ月ぐらいなんですけど、今のところ落ちる気配もなく快適に使えています。はい、お次はダイソーの段ボールサイズ調整カッター110円です。グッドデザイン賞を受賞したんだそうですよ。簡単に言うと、段ボール箱をきれいに小さくできるアイテムです。メルカリなどで発送するとき、送料はギリまで安くしたいですよね。では、この段ボール箱を半分の高さにしてみます。姫が入りたくてうずうずしてますね。まあ、そうなりますよね。はい、すいません。気を取り直して。まずは不要な蓋をカットします。そしてカッターのカバーを開けて、スライドさせてカットしたい高さに合わせます。カバーを90度に開くと固定されるので、段ボールの縁にカバーを沿わせながらまっすぐ横にスライドします。はい、残りの3面も同じように。で、切り込みを入れたところまで四隅をカットすれば完了です。カッターの刃は筋が入る程度の長さなので、段ボールが完全に切れてしまうことはありません。まっすぐ折れて気持ちがいいです。いつもちょっと歪んだりしちゃっていたので、おかげでリサイズのモヤモヤから解放されました。はい、お次はセリアのスペースアダプター110円です。存在感抜群の飛び出したコンセント。それまではパナソニックのローリングタップという商品で壁に沿わせていたんですけど、もっと見た目がシンプルなのがいいなと思っていたらセリアが叶えてくれました。ほんとこれ以上にないシンプルさですよね。パナソニックのように一つのアイテムでフレキシブルに縦横両方使えるっていうのももちろん便利なんですが、実際に使ってみたらそんなに頻繁に向きを変えるってことはなかったので、我が家はセリアで十分でした。で、セリアのスペースアダプターは縦型と横型の2種類があります。コンセントの向きを変えて見た目をスッキリさせるのはもちろんのこと、タップの場所を占領するアダプターを効率よく挿すこともできます。はい、お次はダイソーのバターケース110円です。バターケースといえばこういう一気にカットできるタイプが人気ですよね。ただ私はその都度使う量が違うので便利だなと思いつつ購入を迷っていました。そんな時に登場したのがこのカッター付きバターケース。市販のバター 200g がぴったり入るサイズです。蓋を開けるとこんな感じで、中には小さなバターカッターが収納されています。これなら毎回好きな量をカットできますね。カッターには小さな突起がついていて、
ケース本体のへこみに引っ掛けて収納することができます。ちょっと突起が小さくて心もたない感じなんですけど、意外とずれたりはしません。蓋は半透明で、うっすらエンボスでバターの文字が入っています。はい、実際にバターを入れてカットしてみますね。使いかけのバターですいません。で、L 字型のカッターでカットすると、200g のバターなら 10g にカットできるそうなんですが、うちのは 150g のバターだったので、1カットでだいたい 7g から 8g ぐらいでした。そして何より嬉しいのは100円なのに食洗機対応なんです。100均には他にも似たような商品があるんですけど、ほとんどが食洗機 NG だったと思います。一つ難点を挙げるとすれば、密封容器ではないのでちょっと乾燥するんですよね。なのでうちは包装紙に軽く包んだ状態で入れています。それでも100円でこれだけ使えれば十分。なんだかんだと2年近く愛用しています。はい、お次は私の長年のプチストレスだった輪ゴムの収納を解決してくれたアイテム。セリアの輪ゴムホルダー110円です。白くてコロンとした丸みのある形で、裏面はマグネットになっています。ポイントはこのフック。隙間がほぼないので、輪ゴムが落ちる心配がありません。ギュッと差し込めば一気にかけられて、引っ張ることで確実に1本ずつ取ることができます。ちなみにうちは冷蔵庫の横に貼りましたが、スチール製のブックエンドを使えば釣り戸棚の下などに貼るスペースを作れます。さらにゲルテープで貼ってしまえば扉を開けたままでも片手で輪ゴムが取れます。我が家には輪ゴム大好き成人がいるので、輪ゴムの管理には今までずっと気を使っていましたが、これのおかげで知らぬ間に落ちてたなんていう心配がなくなりました。はい、お次はワイヤーフレームロールクリーナー110円です。我が家には毛玉怪獣がいるのでコロコロは必須。それまでは無印の衣類用クリーナーを使っていました。見た目はシンプルでいいんですが、収納は置いておくしか方法がなくて、たまに倒れたりしているのがプチストレスでした。そんな悩みを解決してくれたのがこちら。ケース不要でどこに置いても粘着面がくっつきません。フックにかけて浮かせて収納できる上に、壁にもくっつきません。ケースがないというのは本当に楽でした。私はキャンドゥで購入しましたが、似たようなアイテムは今やどこの100均でも購入できます。はい、お次もどこの100均でも購入ができるアイテム。スチール製のブックエンド110円です。スチール製というところがポイントで、マグネットと組み合わせて浮かせる収納を作ったり、突っ張り棒と組み合わせて小さな棚とマグネット仕様の壁を同時に作ったり、もうほんとね、ブックエンド本来の使い方以外にもとにかくいろいろな収納に使えるっていうことで SNS でもかなり話題になりましたよね。うちは洗面台に無駄なスペースが空いていたんですけど、ブックエンド2つをマグネットでくっつけた小さなコの字ラックでコスメを2段に収納したり、突っ張り棒とブックエンドを組み合わせて欲しい高さの棚を作ることができました。その他のアイディアは以前の動画でもご紹介しているので、気になる方はぜひ概要欄からご覧ください。カーテンに隙間があると外からの視線も気になるけど、エアコンの効率も悪くなりますよね。私はずっとクリップで留めてたんですが、地味に面倒だし見た目も良くないなぁと思っていました。はい、そしてそんな悩みを解決してくれたのがセリアのカーテンクリップ110円です。カーテンの端に取り付けて使います。レースにも厚手のカーテンにも取り付けることができました。洗濯する時も外さないで洗っちゃってるんですけど、使い始めて3年間一度も壊れていません。マグネットでピタッとワンタッチで閉じられてめちゃめちゃ便利。半透明で目立たないところもお気に入りです。はい、お次は今やどこの100均でも買える綺麗シリーズです。3つのパーツを組み立てて使います。
組み立てるといっても差し込むだけです。これは冷蔵庫収納に使えるコの字ラック。スリムサイズは横15センチ、縦 10.8 センチ、奥行き 11.2 センチ。ワイドサイズは横幅だけ大きいです。横が 21.9 センチで、縦は 10.8、奥行き 11.2 センチ。奥行きと高さは一緒ですね。耐荷重はそれぞれ 1kg です。で、ラックと組み合わせて使える専用ストッカーもあります。私は奥行きもしっかり使いたかったので、ラックを2つ並べて使っています。この後スリムのラックも買い足しました。全部110円なのでトータルでも660円。3年使っていますが壊れることなく使えています。おかげでスペースを無駄なく使えるようになりました。上にね、残り物とかも置けます。で、ラックを奥に2つ並べれば長いものも置くことができます。うちの冷蔵庫は棚の位置が微妙でごちゃつきがちだったんですが、棚を見直してラックを入れたらすっきり使いやすくなりました。はい、これぞ100均ならではの便利グッズ。冷蔵庫ミニポケット2個で110円です。お刺身とかについてくるわさびとかからしなどの小袋にぴったりなサイズ。小さくて置き場に困るので、以前は冷蔵庫のあちこちに散乱していましたが、これなら収納の場所も取らないし、常に目につくので忘れなくなりました。もう地味だけどもはやないと困る。これは本当に名品だと思います。はい、お次はミニキャスターです。これも登場した時は革命的だなと思いました。粘着テープで貼るだけのお手軽なミニキャスター。耐荷重は合計で 8kg。そこそこパワフルなのも嬉しいです。収納ボックスやゴミ箱などにキャスターが平行になるように4箇所に貼るだけ。軽い力で引き出せるようになるし、ゴミ箱に貼ったら掃除もしやすくなりました。貼ってから3年と9ヶ月経ってますけど、一度も壊れず使えています。ちなみに今はクリアタイプとかストッパー付きも登場しています。はい、お掃除のプロも愛用しているという焦げ取りスポンジ110円です。表面はステンレスループの繊維でできていて、鉄とステンレスの汚れを取るのに使えます。使えない素材もあるので注意が必要なんですが、ステンレスの汚れは本当によく落ちます。例えばバスクリーナーでは落ちない水垢も、水をかけながら優しく撫でるようにこするだけであっという間にピカピカです。乾いた状態でもこの通り。水洗はもちろん、キッチンのシンクとか鍋の底など、鉄とステンレスならどこにでも使うことができます。本当にね、軽い水垢なら洗剤不要で綺麗になるので、お風呂上がりにさっと使えて掃除のハードルが下がりました。今はパッケージが変わっていると思うんですが、どこの100均でも購入することができます。はい、ドアポケット用仕切り2個で110円です。もはや説明するまでもない人気商品ですが、冷蔵庫のドアポケットを仕切るアイテム。仕切ることで隣のものを取り出しても倒れなくなり、料理中にイラッとすることがなくなりました。私は4年近くスタンダードなタイプを使用していますが、今は長さを変えられるスライドタイプやケースと一体になっているタイプなども登場しています。ちなみにバスケット用仕切りも同じく4年近く愛用中です。100均の収納ケースにセットして冷凍庫の中を仕切っています。冷凍庫の中のものって日々入れ替わりますよね。この仕切りならその時の物量に合わせてフレキシブルに調整できるので助かっています。100均にはものすごい数の掃除グッズがありますが、その中でも特に気に入って長年愛用しているのが隅っこ洗いです。多分どこの100均にもあると思うんですけど、タイプの違うブラシと2本セットで110円です。最大の特徴はこの L 字型ブラシ。この形状がディスポーザーの掃除に本当に使いやすくって、もはやないと困るぐらいです。ブラシが丈夫でへたれにくく、100円なのにものすごく長く使えてコスパもいいです。ダイソーの方は確か4年以上前に買ったんですけど、まだまだ現役で洗面所用に使っています。
これはほんと地味だけどめちゃめちゃ優秀です。はい、お次はプルアウトボックス110円です。どこの100均にもある大人気の定番アイテム。蓋には十字の穴が開いていて、蓋を開け閉めすることなく取り出せるのが最大のポイントです。蓋はしっかり閉まるので、取り出す時に開いてしまうっていうこともないです。サイズはミニとトールとロングの3種類があるんですけど、我が家はロングサイズを2つ愛用しています。1つは使い捨て手袋の収納に。中身が見えないのですっきりとしまえます。真っ白なツヤなしの質感もいいですよね。ちゃんと1枚ずつ取り出すことができます。手が当たる部分は R にカットされていて、素材も柔らかいので手が痛くなることもありません。もう一つは猫のうんち袋を収納しています。1箱分がほんとシンデレラフィットでした。派手なパッケージからすっきり詰め替えられて大満足です。はい、お次はセリアのアイアンバー110円です。アイディア次第でいろいろ使えるアイアンバーは DIY で活用されている方も多いですよね。これが100円で買えるなんて初めて見た時は本当に驚きました。私は100均の超強力マグネットで洗濯機にペタッと貼って使っています。マグネットなので取り外しも自由自在。位置も好きなように動かせるので便利です。ここには掃除用のクロスをかけているんですが、9年間錆びることなく劣化もほぼしていません。見た目もシンプルでとっても気に入っています。ちなみに以前レンジフードにマグネットでくっつけてキッチンツールを吊るしてみたことがあるんですが、洗濯機につけた時よりもレンジフードの方が重いものがかけられました。同じマグネットを使っていたんですけど、つける側の素材や角度で耐荷重は変わるみたいです。ご参考までに。気がつけば16年愛用していた100均グッズ、枕干しネット110円です。初めて買った時は1つしか干せないタイプだったんですけど、今は2つ干せるタイプがスタンダードになっています。枕をセットしたらお手持ちのハンガーを通して干すだけ。小スペースに枕を2つ干すことができます。もちろん枕だけではなくてぬいぐるみやクッションを干すのにも便利です。枕を干すグッズっていうのは他にもいろいろありますが、最大のポイントは畳んでしまえること。小さくなるので収納場所に困りません。1枚目は破れるまで8年使いました。今使っているのももうすでに8年目なのでコスパも最高です。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。